銀座線に乗って上野駅を出発すると、左方向へ分岐する線路があります。一体どこへ向かう線路なのでしょうか。実はこの線路は銀座線の車庫である上野検車区へと続いています。昭和通りから路地を入ると、ビルやマンションの立ち並ぶエリアが広がっています。少し歩くと東京メトロの建物が見えてきます。まず見えてきたのは、東京メトロの上野電気区や上野新通区などが入るビルです。このビルの裏手には保線関連の資材などが置かれています。そしてこちらが上野検車区の建物で、その下を線路が2本通っています。1本は先ほどご覧いただいた地下の分岐から上がってきて車庫へ向かう線路で、もう1本は向かい側の資材置き場へ伸びる保線車両用の線路となっています。日本で唯一の地下鉄の踏切は、最寄りの JR 上野駅入谷口から徒歩5分で到着します。この踏切は、まず通常の踏切と同様、道路側に遮断機がおりますが、第三機乗方式による感電事故を防止するため、電車の通行を止める柵が自動で昇降する機動遮断式の踏切となっています。このように軌道がしっかりと柵でガードされているのには、第3のレールであるサードレールが関係しています。ここで第3機乗方式について簡単に触れておきます。一般的に電車は上を通る架線からパンタグラフを経由して電気を供給する架空電車線方式を採用しています。銀座線はトンネルの断面を小さくすることで建設コストを抑える第三機乗方式が採用されました。そのため東京メトロの中でトンネルの断面が一番小さくなっています。第三機乗方式は台車の横に電気の流れるサードレールを設置して、台車に取り付けてあるコレクターシューと呼ばれる板をサードレールの上面に接触させて、そこから電力を供給します。上野検車区は地上と地下の2層に分かれています。上野駅を発車して分岐を左方向へ進むと、その先に地上の車庫と地下の車庫への分岐があります。地下の車両との分岐を過ぎてから55パーミルある急勾配を一気に上り詰めて地上の車庫へ入線していきます。地下から電車がやってきます。まずはじめに道路の遮断機が下りてから、両側にある線路上の柵が係員の操作によって上がる仕組みになっています。東京メトロ1000系銀座線の車両がやってきました。2両目が通過する際にサードレールでスパークが起きているのが見えます。
機動遮断式の踏切なので、電車が踏切を通過すると係員の操作で再び線路上の柵が降りてきます。そして安全が確保されてから道路の遮断機が上がります。今通過していった電車は車庫の一番左の線路へ入っていきました。車庫の左側には洗浄作業台があり、車両を洗浄しているのが見えます。上野検車区は大規模な改築により1968年に現在の施設が完成しました。6両編成の銀座線を地上に7本、地下に13本収容することができます。第3機乗方式ではサードレールとの摩擦による騒音が大きいため、対策として上野検車区の周辺は高い塀で囲まれています。ちなみに上野検車区へ入線する車両は浅草行きではなく上野駅の電車が対象です。ただし地下の車庫へ向かう電車もあるので、必ずしもこの踏切を通るとは限りません。今度は上野検車区から電車が発車していきます。最後は安全が確保されてから遮断機が上がります。急勾配を一気に下っていき、本線へ合流する手前で一旦停止しています。ちょうど坂を下り切ったところには地下の車庫へ向かう線路との分岐が見えています。東京メトロ上野検車区の動画をご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録していただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。